注文してね握ってもらえるからあったかいし、美味しくいただいてます。めっちゃうまいです。美味しいよ美味しいよって言ってくださる声を直で聞けるので、それもすごい嬉しい、もうやりがいがある仕事だなって思います。おはようございます。おはようございます。大きいですね。おはようございます。お願いします。2.8 度ぐらいです。こんなに寒いんですよ。寒いです。今日まだあれよね。あったかい。そしてめっちゃ薄着じゃないですか。2枚しか着てないです。2枚？ヒートテックのめっちゃいいやつ着てますから。なんか結構水分が。同じこと答えられます。大丈夫、まだ答えが違うから。いやでも結局あれですよ。DM 送って。今日から始める春のおにぎりっていうおにぎりの酢飯を今作ってます。ちょっとだけ揚げる感じでいいですか。5個ぐらい入れても。これ酢が酢飯かな。ツナマヨを作るんですけど、この愛子ちゃんツナっていうなんか添加物とか何も入ってない美味しいツナを使って作ります。これでちょっと水分を飛ばして後でマヨネーズも和えます。で時間を置いとくんですね。はい。3合よ。うん。ちょっと粗熱取ります。マヨネーズもこだわって松田のすごいまろやかで口当たりがいい添加物とかも入ってないんで、これ選んで使ってます。基本使われてる食材とかは添加物とか入ってないものを使われてる。そう、できるだけ。子供ができてすごいなんか気にするようになって、最初はなんか赤ちゃんこんな赤ちゃんに人工的なものあげていいんかなっていう、そこから入りました。でお客さんにも。うん、そうですね。なんか気にされてる方がいらっしゃったら。うどんにごぼう天とかってあるじゃないですか。あれが私も母も好きで、炭水化物合うならご飯にも合いそうじゃないってなって、甘辛だれよねっていう感じで母と私も意見一致して、大葉とごまよねっていう感じで、もう味はすぐ決まります。今使ってるお米が神津川清流米って言って、白木の神津川っていう川から作られているすごい美味しいお米なんで、もう甘みが全然違って、もうお米が本当に美味しい、ご飯だけで食べれるような美味しいお米です。こんにちは。えらい早いが。そうなんです。まだ準備中なんですよね。なんか食べられます？い
えらい早いけね。そうあるんかの思うて。そう春のおにぎりって言って菜の花とか福神漬けとかが入ったおにぎりがあるんですけど、それならご提供できるんですけど、それだったら。16キロ。向こうの方へ走り寄ると毎日100。武者学園のお虫。そうなんですよ。いつもお姉さんにはよくしてもらっとる。お待たせしました。はいはいありがとう。はいはいありがとうございます。はいはいはいどうも。食べてきて美味しかったおにぎりの味ありますか？私はまあ昆布なんかが好きだからね。ごぼう天とかね、鮭とかみんな美味しいよ。この似顔絵の話をちょっと聞きたいんですけど。これですか？なんか娘が保育園から持って帰ってきて、でなんかお家飾ろうねって言ったら、キッチンカー飾ったらいいじゃん、そっちの方が可愛いよって言ってくれたんで飾って。これはなんか太陽かなんかだったと思うんですけど有明産の香りのいい海苔で歯切れもよくておにぎりにぴったりだ。これしてこのワークマンのダサいけど謎にあったかいパンツ、やっぱ足元から全然違いますよ、これどこ行くんですか今から？そこの古民家。美咲さんこれ道なんですか？見てはないです茶色いのです。ここを改装して仕込み場所にできたらなって思ってます。もう取り壊し決まってたんですけど、ちょっとご縁があって購入できることになったんで。どういうことやってたんですか？その学校出られての後とか。工場を追ったこともあるし、ジムやってたこともあるし、歯科助手やってたこともあるし、出産とともに辞めて今に至る感じなんですけど、接客とか苦手意識すごいあったんですけど、始めたらすっごい楽しくって、もうやりがいがある仕事だなって思いますね。めっちゃ楽しいです。休憩中とかは楽しいけど、朝準備するのがもう苦痛で、また化粧していかにゃいけないみたいな。なるほどっすね。私は今64です。もう私らにはついていけない若さの特権というか、やりたいことがいっぱい羨ましいですけど。おすすめのメニューをお伺いしたいんですけど。おすすめは、やっぱり一番人気のごぼう天、春のおにぎりって言って福神漬けと菜の花と干しエビを混ぜたおにぎり期間限定で出してておすすめですね。おにぎりと飲むだしをすごい寒いのでちょっとでも温まってもらおうと思っていろいろ入ってるんですごいうまみが強くて温まるお出汁になってます。こんにちは。こんにちは。米2個とツナ1個と。はい。新しいの。新しいのが。はい。1000と720円ちょうどですね。なんか一向にカメラに映ってくれない。カメラなんですね。
これは両手。あ、はい。全然大丈夫ですよ。お待たせいたしました。いつもありがとうございます。おすすめのメニューとかあったら教えてくださごぼうがいいんじゃないかな。あもたあっさりしとる。い。何でここはご存知になったんですか？これは両手。それはスキー用の手袋寒いので。取材。ちりめんとはい明太とはい梅で。梅で、はい、お待ちください。かかとたくあん。そう、はい。ちりめん。はい、いつもお仕事恥ずかしいですよね。本当ですよね、先週。あ、本当ですか。もう毎週結構じゃあ。です。毎日通るんで。もうめちゃめちゃ来てもらってるお客様です。ちりめんです。もう僕すぐ食べるんで、袋いらんよって。いいですね。もうこう食べていただくのが一番美味しいと思うんで。食べました？僕はまだ食べてない。ダメですよ。めっちゃうまいです。全部こだわってはるんで、お米も海苔も具材も。お待たせしました。ありがとう。はい、ありがとうございました。明太梅おかか山椒ちりめん。寄るときはもう持って。そうですね。食べながら帰ります。ありがとうございます。はい、頑張ってください。よく来るかな、2週間に1遍くらいは。よく頼まれるメニューって僕ね、塩むすびとごぼう天。塩むすびはお米の味が分かりやすい。ごぼう天はそのシャキシャキ感と甘辛だれが結構美味しいんで、こんにちは。ごま。はい、ありがとうございます。2つ、はい。はい、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございました。これは自分のと妹と親父のあ、はい、ありがとうございます。ちりめんを2つ。はい。すみません、お待たせいたしました。お伺いします。卵そぼろ2つと、はい。ツナマヨ2つと、はいごぼ天1つ。ごぼ天を1つ。はい。はい。お待たせいたしました。
これはこれお出汁ですね。もう工夫して作られたみたいで。一押しは何ですか？一押し焼きたらこ。はい、ごぼ天と卵黄そぼろ、はい、ツナマヨ、山椒チリ、はい。ごぼう天一つと、はい。つくねはないんですか？そうなんです、終わっちゃったんですよ。限定で今たくあんとおかかのそれとはいはい、春のおにぎりっていうのも春のおにぎり、その3つ。ありがとうございます。ありがとうございます。マジですか？22センチすごい。すごい。お待たせいたしました。はい。ありがとうございます。何回目の利用なんですか？何回なるんだろう。何回か数えきれない。いつも来てるんだけど。近くにコンビニがあるんですか？コンビニ。だっていらってみてはあったかい。注文してね、握ってもらえるからあったかいし、それで安いし、美味しくいただいてます。お姉さんの一押しがちょっとあれば。もう絶対ごぼう天。ごぼう天。はい。すべて美味しいですよ。なんかコンビニとか行ったらご飯、海苔は美味しいけどご飯はなんかちょっとっていうのあるけど、全部すべて頑張ってください。でもここの場所結構厳しいですよ。だって300メートル先にコンビニがあるんで。そうですよね、確かに。あっちで買えるんですかって聞いたんですけど、ちょくちょく。みんないやお米がとか海苔がみたいな話を聞くので。嬉しいです。これでもう呼び込んで。なるほどですね。はい。いつも何個ぐらいおにぎり出るんですか？平日は60個ちょっとぐらいですかね。土曜日になると100個ぐらいは。はい。これは梅おかか。早くて12時前後ぐらいに売り切れることもありますし、次の日たくさんご飯炊いて準備してたら全くお客さん少なかったり、こればかりわからないですね。もう DM で予約受け付けたり、メッセージで来ることもあります。ぜひ予約お願いします。なんか若干ギがでかくないですか？いや、やっぱりですよ。サイズ一緒にしてもバランスめっちゃ悪かったんですよ。なんかおかしいですよね。なんか位置とかもおかしいですよね。手作り感があります。地域的にやっぱ過疎化が進んでるんですか、この地域は。そうですね。なんか小学校とか中学校もすっくりするぐらい減ってて、子供がいないみたいですね。ある種町おこしみたいなのをしたくてこういうのしてるんですか？あ、もうありますね。そういう面もあります。ちょっとでも盛り上がってくれたらいいな。はい。佐々木さん、これ店開いたのいくつでしたっけ？34の時に家族もいたわけじゃないですか。そうです。アクセル踏み込んだ瞬間ってありました？キッチンカーを用意するのに弟と父でもうやってあげるよって言われた時に、もうこれは絶対やろうって思いましたね。怖くなかったですか？楽しみの方が大きかったです。実際にはされてみてどうですか？もうめちゃくちゃ楽しいですね。自分の作ったものを喜んでくださったり、美味しい美味しいよって言ってくださる声を直で聞けるので、それもすごい嬉しいし、お客さんとして来てくださって、もうお話弾んでコミュニケーションが取れるのが面白いし、やりがいもあるしみたいな。全部自分で考えないといけないじゃないですか。でもそれも楽しさの一部になってるのかなって思いますね。なんか言われたことをやってる時はやってる意味も考えないようになっていくし、そんな気持ちで仕事をしててもなんかすごい楽しくない、楽が楽しいとかじゃないですよね。今は全然違いますね。楽しいです。なるほどですね。
こんにちは。こんにちは。お決まりでしたらおっしゃってください。はい。ありがとうございます。2点で570円ですね。ごぼう。ありがとうございました。ありがとうございます。4個で、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。いつもごぼう天ですか？はい。サクサクして美味しいです。1日どれぐらいなんですか、今売り上げは。もう12月入って寒くなってからめっちゃ落ちて2万缶ぐらいが多いですね。ちなみに一番売れてた時で1日どれぐらい売れるんですか？3万ちょいとか。イベントとかだったら7とか8ないぐらいとかですか。赤では全然ないですね。結構いい材料使われてるじゃないですか。何パーぐらいで原価作られてるんですか？30%前後で。こんだけ結構高そうなもの使ってるの30%ぐらいなんですか？めっちゃいいお米なんですけど結構火抑えれてこのお米がなくなったらちょっと厳しいかなっていう感じ。なるほど。お母さんは今毎日楽しいですか？楽しいですね。初めての飲食の仕事だったんですけど、これもでもお客様が一人ずつ来店してくださって美味しかったよって言われるのが本当に力になってますので。なるほどですね。はい。美咲さんとの関係はどうですか？娘きついんですよね。負けずに頑張ります。はい。親子なので言いたいことも言い合えますし、なんぼ喧嘩してもすぐ仲直りもできますので。今後はこうしていきたいとかなんかありますそういうの？とりあえずは娘についていくだけです。はい。行きます。お母さん手袋は違うものをつけたんですか？そうですね。中での仕事と外での仕事を区別してて、一応清潔不潔には気をつけてます。風が強い。あったかいです。暖かい方ですか？はい。お疲れ様です。はい。たまにしか来ないんで仕事がたまに来た時にやってたらよかな。ありがとうございました。ありがとうございます。はい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 。2つはい。ごぼう3、かな3、塩1。お待たせいたしました。こちらが5個ですね。ビーガンで、そう高菜とごぼ天ばっかりいつも買ってくださる。そういった食癖の方もそうですね。これちなみに生そぼろは完売ですか？完売しままだした。12時過ぎだと思うんですけど、この時間帯からやっぱ完売しだすんです。あることの方が多いんですけど、たまにもうこの時間になくなっちゃうことがあって。できるかな。ギリギリかね。ちょっと足らんかもしれん。
すっからかんになっちゃった空っぽです。鮭といや、あっちで。めっちゃいいじゃないですか。それをやばい、大丈夫。マジです。それいい。なんかリモーネとかでもなんかめっちゃすごいっぽい。全然いいですよ。動画だけど。ああ、お願いします。ぜひぜひ。なんかどこだったかなんか忘れました。なんかここ吉島城の。お客さんでよく来てください。多分。だし。はい、ありがとうございます。あ、バイクの方の。お兄さん。兄です。あ、そうなんです。おにぎりの看板。そうなんですよ。振ってくださったんですよ。そうなんですか。そしたらもうみるみるうちにお客さん入ってきて、そうすごかったです。幸運の女神。フリフリさせてもらってすごい楽しい。これがあと3つしかないんですよ。それください。ごめんなさい。ありがとうございます。私4つ。ありますか。これなんか家でそんなやることないんで美味しいですよ。ありがとうございます。すみません。どれが一番おすすめですか。ごぼう天、卵黄そぼろ。どちらかというとね、ちょっと九州寄りなので好きなのが、高菜もすごい好き。とりあえず多分全部食べて全部好きなんだけど。お米の味とか海苔の味はどうですか。ご飯噛んだら味もどんどん出てくるし、美味しいですよ。海苔。包んであって時間経っても香りは残ってるし柔らかく食べれるので喉にも詰まりにくいし、そうそう、これが気になってタイミングよかった。兄がおにぎりを置いてるからって言ってくれて、空いてると思ったけどちょっと父がいたので家に送って兄からなんですよ、ここは。なるほどっすね。兄からあれネギ母も喜んどった。あ、本当ですか。ちょっとお出汁もう閉まってるかなどうかなと思う。もうちょっと今切って。口が不安定なんでもうお持ちします。はい、ありがとうございました。大体この時間にあれですか。いや、今日はちょっとたまたま多かったんですけど、もう全然この半分も売れない時もあったり、まちまちなんで。はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ます。お母さん今日はお昼は何食べますか？何食べよう。
つも食べ損ねるんですよね。帰ったらもう2時、片付けして3時とか3時半とかになるので、1日2食の時が結構多いです。食べ損ねちゃう。14度、空気あったかいんですよ。グアムなんかイベントの時40とか言ってますよ。あ、ごめん。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。今後のその目標もしくはその事業展開なりあればお伺いしたいです。3月からなんですけど、市内の方に出てオフィス街でランチタイム週2でやろうと思ってるので、それをまず頑張りたいなって思ってるのと、目標っていうのはなんかはっきりまだないんですけど、もう目の前にあることを確実にやっていって、お店を大きくという一人でも多くの方におにぎりを食べてもらえるように頑張りたいです。こう新作メニュー今日もありましたけど、これ誰が考えられてるんですか？基本2人で考えて、ゴーで味はもう母が決めます。まずおにぎり作るときにどういうことを意識されてるとかありますか？誰が食べても美味しいねって思ってもらえる、喜んでもらえるような、おにぎりを考えたいです。はい。味を決める時の決め手というか。やっぱ自分が納得できる味じゃない。自分が一番美味しいと思った時が、それがやっぱりお客様にも届くかなっていう。美味しいけどみたいなのとか結構できるんですけど、なんか違うよねってよくなるんで、本当にすごい美味しいみたいにならないと提供できない。じゃあ最後にお客さんに一言ずつもらっていいですか？もう常連の方もそうですし、 YouTube 見て来てくださった方もそうですし、プラカードを見て引き返してきたよって言って来てくださる方もそうなんですけども、本当にいつも三崎屋のおにぎりを食べていただいてありがとうございます。これからもお客様に美味しいって思ってもらえるようなおにぎりを作ってまいりますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。その日その日のお客様を大事に、今日もなんかめっちゃ美味しいよって、そのめっちゃがつくことでなんかものすごいこう勇気じゃないですけど、やりがいというか励みというか、こう元気が出る言葉なので、そういう言葉がどんどん聞けれるように一人一人お客様を大事にしていきたいなと思います。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。